もう協定はやらないと誓い自分の目の前で預金通帳を破ったはずのチーム幸せ会のトレーナーが口座番号などを体で覚えていて結局お船ではしたない負けを繰り返す姿に興奮するステルインラブとブチギレる北高たるまえ。トレーナーさん。やあ、たるまえ。お話があります。ああ、ちょうど書類仕事も一段落したところだし聞こうか。ふふ。でしたらコーヒーを入れますね。チーム幸せ会の3人で仲良くコーヒーブレイクと行きましょうか。たるまえどうしたの？そんな怖い顔しちゃって。わかりませんか？なんだろう。とはいえ、詳しい理由はわからないけどロコドルがそんな顔してちゃよろしくないんじゃないかな。ほら、苫小牧スマイル。トレーナーさん。なあ。ああ、船券が紙切れに変わった瞬間並みのトレーナーさんが悶絶する姿。ステルはトレーナーが悶絶してや協定を外そうがビンタをされようが何でもいいのか。いきなりひどいよたるまえ。私だってこんなことしたくないんです。でも仕方ないじゃないですか。仕方ないって。忘れちゃったんですか？私との約束を。たるまえとの約束？もう書けないって言いましたよね？それは確かに言ったね。そのために通帳も破ったくらいだし。そうですよね。私の目の前で破ってくれましたもんね。通帳がなければ口座番号とかもわからないし振り込みもできなくなって協定やめられるかなって。そうですよね。私もそれで納得しましたもん。なのにどうやって書けたんですか？指が覚えてて。トレーナーさん。×、今でも愛してる。丸、今でも覚えてる。20丸、今でも指が覚えてる。これ北見達也の歌詞みたいで好き。どんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかった。たるまえさん、私はそこに運命を感じたんです。ステルちゃん、どういうこと？私は今でこそこうしてトレセン学園で皆さんと変わらない毎日を過ごしていますが一度はトレーナーさんの前から姿を消しました。その際にトレーナーさんに宛てた手紙も破り捨てましたがユニバースさんがそれを拾い集めてトレーナーさんに渡してくださり今に至ります。私も心配したもん。そしてトレーナーさんは預金通帳を破り捨てたものの空で口座番号を覚えていたことから大好きな協定をやめられなかった。私と同じですね。そうかな。なんでそこ繋がるんだよ。ともかく。次かけたら苫小牧に監禁するって言いましたよね？ごめんたるまえ。許して。これで最後だから。本当ですか？そのセリフは聞き飽きましたよ。大丈夫ですよ。最後なんて言わなくても。ステルちゃん。トレーナーさんには私がついてますから。3000円ですか？ 3 万円ですか？必要な分は私が用立てしますからね。はしたない回目でせめてはしたない結果を残しましょう。5656123は芸術的でしたね。ステルちゃん、トレーナーさんを甘やかさないでって前にも言ったでしょう。そんなんだからチーム幸せ会はやべえやつの集まりだなんて言われるんだよ。恐れられているのですね。それもこれもトレーナーさんのご指導の賜物です。実際に恐れられてるの、変な意味で。トレーナーさん、知ってますか？いや、初耳だよ。そりゃ面と向かって言われないでしょうからね。教えてよたるまえ、俺たちはどんな風に恐れられてるの？いいですけど。トレーナーはギャン中のやべえやつ。芝のステルインラブはギャン中に貢ぐやべえやつ。ダートの北高たる前はそんなやべえ二人の舵取りができるやっぱりやべえやつ。なんかあのチーム全員やべえのにしっかり強いしもうわけわからん。関わらんとこ。これが私たちチーム幸せ会に対する周りの評価なんですよ。なんだ、強いチームって恐れられてるなら別に問題ないじゃん。たるまえさんは気にしすぎですよ。なぜか私もやべえやつとしてしっかりカウントされちゃってるのに気にしないわけないでしょ？二人の子守をしてるだけなのに、別に私やばくないのに。苫小牧観光大使がやべえやつ認定されてるなんて地元の人が知ったらどれだけ悲しむことか。はしたない仲間ですね。そんな仲間入りしたくないよ。たるまえさん、いいことを思いつきました。いいこと？ステルとタルルでユニットを組みましょう。なんで？苫小牧の不況に私も一役買いますよ。世間にチーム幸せ会をもっと認知させていきましょう。ありがとう。いや。
ダメだよ、苫小牧云々よりもやべえチームっていうそういう認識が広まっちゃってるんだから。まずはそれを払拭するところから始めないと。わかりました。タルルとステルでも私は構いませんよ。そんなことを言ってるんじゃないの。でも確かにタルルとステルの方が響きがいいですよね。ステルよりも先にタルルという母音の言葉から始まる方が響きもいいし口にしやすいです。さすがタルマエさんですね。同じ幸せ界でトレーナーさんから指導を受けているだけのことはあります。違うってば。そうじゃないの。デブの国、ノッポの国を思い出した。小学生の頃に読んだ記憶がある。いけない。ペースを乱されてる。私がトレーナーさんを叱ってたのに。私は戦場が違うから経験がないけどきっとこれがステルちゃん独特の他者を食らう戦術なんだ。多分違うと思うよ。なんて恐ろしいんだろう。自分がペースを握っていたと思っていても後方から一気に食らわれてしまうこの感覚。どうにかペースを取り戻すには。そうだ。タルマエさん。ねえステルちゃん、クレナイちゃんいる？ここにいるわよ。クレナイちゃんもなんとか言ってよ、この二人に。私の言うことを聞いてくれてたらこんなことにはなってないわ。嘘でしょ？クレナイちゃんがサジを投げてる。ふふ、落ち着いてくださいタルマエさん。そうだよタルマエ、一旦冷静になろうよ。これが落ち着いていられますか？ほらタルマエさん、今日のコーヒーは渦巻きコーヒーですよ。渦巻きコーヒー？北海道苫小牧市沼の畑中央4丁目15-7、沼の畑駅から約200メートルの渦巻きコーヒー？はい、トレーナーさんが買ってくださいました。発給のトレーナーさんが？それに加えて協定の回収率マイナスなのに？回収率が 400% オーバーのタイミングで買ってくださいました。そこから転げ落ちるように回収率がマイナスになるトレーナーさんの姿。ああ、はしたない。そう。ボート絡みの話で一気に色々反転するのひどくない？チームでも同期会でも強制的に常識人。苫小牧もかなり真剣に苫小牧の未来とか考えて動いてるからね。ちょっと苫小牧を強いけど。もうこうなったら強制的に苫小牧に移住させて依存症から脱却させるしかなさそうですね。安心してください。栗浜の病院よりも快適ですから。タルマエさん。びっくりした。お船はトレーナーさんの大事な趣味ですからそんなこと言わないでください。そうやって甘やかすのがダメって何度言ったら分かってくれるの？タルマエ、苫小牧なんだけど。もう決めました。毎度言い訳して拒否してますけど今度という今度は絶対に連れて行きますからね。別にいいけど。ほら、またそうやって言い訳ばっかりして。トレーナーさん、今、なんて言いました？別に移住してもいいけどって。嘘でしょ？もし俺が賭けをして負けたら苫小牧に移住するよ。勝手に条件を変えないでください。結局負けるから結果は同じですけど。はっはっは、タルマエは辛辣だな。でも分かったよ。あれだけ苫小牧移住を嫌がっていたのにこうもあっさり承諾するだなんて。おかしい。何か裏があるはず。トレーナーさん、確認ですがその言葉に嘘はありませんね。もちろんだよ。ステルと一緒なら苫小牧だろうがどこだろうがそこは俺にとっての楽園さ。ああ。こいつは本当にこういうこと言う？トレーナーさんと一緒なら苫小牧のようなはしたない街でもご一緒します。ちょっとステルちゃん、苫小牧ははしたなくなんてないから。苫小牧は協定も王ともない健全都市なんだから。だから移住を嫌がってたんだろ。北港たる前、苦手なこと、運頼み、船に乗ること。これは政治役になるのも必然。苫小牧は生死の街だからな。苫小牧の悪臭ってそういう。たる前の苦手なものがこういう形で回収されるとは思わなかった。苫小牧がはしたない街なんてひどい言いがかり。そういうのは船橋の担当でしょうに。今船橋のことをエスポさんお似合いのギャンチューの街と言いましたか？フリオーソ？ギャンチューなのは中の人であってエスポンは違うから。地元愛は結構なことですけどギャンチューの街なのは否定しようがないですよね。それも含めて船橋は最強なんですよ。いいえ、最強は苫小牧です。なら走って決めましょう。望むところです。船橋は中山競馬場と船橋競馬場の2つの競馬場を持ってる時点でな。行っちゃったな。そうですね。ところでステル。はい。
タルマエの前では言えなかったけど次のレースはこの回目で行こうかと思ってるんだよね。まあ、はしたない回目。こういう形でタルマエが割って入ってくるとは思わなかった。二人だけにすると消えるし破滅的なかけ方するしでね。すごい苦労人なおかんタルマエ概念も好きになってしまった。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。